バーチャルポメヒューマンです。皆さんはマザーっていうゲームをご存知ですか？昔の RPG ゲームで可愛い見た目とは裏腹にダークな一面もあって未だに人気のあるゲームです。スマブラにも登場しているのでキャラクターだけ知ってるよっていう人も少なくないと思います。このゲームが大好きでグッズをたくさん買っているんですけれども、いよいよもう置き場所がないってことで部屋を整理していきたいと思います。僕が今使ってるのがこの黒いコンテナで1つ75リットルの容量があります。これが15個あるんですが、それにも収まりきっていない状態になってます。なので箱の中にぴっちりとグッズを詰めていってスペースを空けます。どこに何が入っているのか分かりやすくするためにしっかりとグッズを仕分けて入れていきたいと思います。はい、じゃあ始めていきます。さっきね、重いものが下で軽いものが上っていう風に書いたんですけど、もう理由単純で重すぎるからですね。ちょっとこの動画作る時に調べて初めて知ったんですけど、箱だけで3キロありました。そこに攻略本とかを詰めていくと重すぎてちょっと持ち上げられなくなってくるので、重いものは下にしてます。書籍系が結構ね、買い足しが多くていろんな箱に散ってるので今いろんなとこから集めてます。で、書籍っていうと攻略本とかが主なんですけど、海外のファンゲーマーさんの要所だったりとか、雑誌の付録、あとはもう特集が載ってる雑誌ですね。そういったものとかも全部集めてます。で、CD とかも結構重量があるので、一旦下の箱に入れる候補として寄せておきます。ほぼ日手帳カバーですね。これも束になるとめちゃめちゃ重い。結構増えていくので、一旦避けておきます。あと洋服ですね。洋服も束になると重いんですよ。で、ここで1個思いついたことがあって、レコードもこれめちゃめちゃ重いんですけど、洋服を積んだ上にレコードを置くことで、ちょっと圧縮して体積を少なくできるんじゃないかっていうのをやってますね。これ、いいアイデアでした。結論。はい。ちょっとみんなも真似してみてください。で、これで洋服の体積を圧縮しつつ、ただ一箱じゃそれでも収まりきらないので他の箱にもまとめていきます。ここでちょっとレアなグッズを紹介します。この箱には入れないんですけど、関係者だけに配られたスカジャンのオリジナル版ですね。下にあるのは復刻版です。結構生地の厚さとか、あとシルエットとか細部のデザイン違いますね。表面動画撮り忘れたんで画像で挿入しておきます。同時に別の箱も進めていきます。これはプライズのフィギュアを入れてる箱なんですけど、高さが微妙に合ってないんですよ。この微妙な高さ部分に CD を入れることにしました。壊れ物系ですね。このガラスのコップだったりとか、あとお皿とか、マニマニの悪魔像とか、この箱に詰めていきたいと思います。もともとこの箱に入っていたジャンルが違うものは、一旦他の箱に移すために避けておきます。で、これがレプリカスクリーンっていう額縁に入ったマザーの絵ですね。これ S サイズと L サイズ全部持っています。L サイズは大きすぎてちょっと実家に置いてあるんですけど、手前の黒いのがリュックって考えると本当にでかすぎますね。これはコンテナには入りきらないんで、いろんなところに分散して置いてます。この机の下にある大きい箱は土星さんの膝丈ぬいぐるみですね。初期版1個、復刻版2個持ってます。この箱の中がかなりデッドスペースが大きいので、中には土星さんのぬいぐるみを詰めてます。主に昔プライズで出てたものたち。膝丈ぬいぐるみの保存の仕方で注意点なんですけど、リボンの赤が皮膚についちゃうんですよね。なので、間にビニールをかませるようにして保存した方がいいです。で、大きくて保存に困るカレンダーとかもこの箱の中に入れてしまいます。で、最近の梱包がしっかりした箱系のものたちをパズルのように組み合わせて、ここの部分は綺麗にまとまったかなと思います。これはガチャガチャをまとめた箱ですね。これだけだと収まらないので、棚の上にあるボニーのぬいぐるみの空き箱にもガチャガチャ入れてます。で、これがポスターを入れてるファイルですね。マザー1が海外展開しようと考えられてた時に作られた英字のポスターも持ってます。ここに高く積み上がってる段ボールはこの間の一番くじですね。1ロットちょっと分ぐらいあるかなと思います。この中にも
ガラスコップみたいな壊れやすいものがあるので全て開けていきます。ガラスコップは同じコンテナに集約したいですね。それと同時にいろんな箱の中に散らばってる重たいものとか壊れやすいものとかをピックしていきます。このアクスタとか結構重たいんですよね。で、この箱は割れ物を集めてる箱なので、特に隙間なくぴっちりと詰めていきます。隙間をなくすことでね、物同士がぶつかって傷ついたりすることがなくなるので、なるべくね、隙間を埋めていきたいと思います。で、一番くじの景品が結構ね、回すたびにいろんな箱に詰めてったんで、バラバラにあるんで、それを集めてるんですけど、膝丈ぬいぐるみもデッドスペースが生まれるから、中にぬいぐるみ詰めてたと思うんですけど、この貯金箱ね、貯金箱の周りにいろんな景品詰めたらぴったりはまるんじゃないかなっていうのでやってみたら、まさにぴったりでしたね。貯金箱の箱はそのままテープで留めて縦にして2つ並べて床に置きます。手帳が集まってきたので1つの箱にまとめていきたいと思います。手帳なんですけど、ちっちゃいサイズから大きいサイズまで全て集めてます。これは革製のカバーでなるべく空気に触れないようにジップロックに入れてますね。あと数年分はこの箱に入るかな。この箱は雑貨をまとめた箱ですね。この箱作った当時はこんなに雑貨が増えると思ってなかったんですけど、アクセサリーだとか文房具、一番古いものだと iPhone5 のスマホケースとかもありますね。これ動画だとすごいグッズが少ない箱に見えるんですけど、掘れば掘るほど物が出てくるので、点数的には一番多い箱かもしれないです。で、ここに入りそうな細かいものがね、いろんなところにあったんで、これを詰めてこの箱は閉じたいと思います。はい、雑誌が出てきてしまいました。ということで、下の方に行った書籍の箱をもう一回開けて、こいつらを入れたいと思います。これはカレンダーの付録があるから買った雑誌ですね。はい。重たかったです。で、CD も出てきたんでね、CD もフィギュアの箱に入れ直していきます。これは紙物をまとめてるフォルダで、主にガチャガチャの台紙とかを入れてますね。で、今となっては貴重な8キューブスとかシルクスカーフをこの箱にまとめていきます。で、あとは箱なしで買ったプライズのフィギュアが結構たくさんあるので、これもちっちゃい箱に一つにまとめていきます。こういうの分散しがちなんですよね。で、最近出たツルツルっていうハンドクリームとリップクリームですね。この辺は液漏れが怖いので袋にまとめます。で、こちらも最近出たマット系なんですけど、めちゃめちゃでかいんで圧縮袋で圧縮していきます。この袋は Amazon で購入しました。で、その上にコンバース置いたらめちゃめちゃ高さぴったりだったんですよ。で、これはカントリーマーム未開封ですね。食べずに残ってます。で、コインチョコなんですけど、溶けるのがマジで怖かったんで、チンボックスの中に袋を二重にして、かつコイン用のプラスチックケースに入れて保存しています。ここからレアグッズラッシュ。ここでいうレアグッズっていうのは、当時関係者だけに配られた、そもそも手に入らないものだったりとか、あとは懸賞とか限定品とかを指します。で、レアグッズの箱ってあんまり整理してもメンツが変わらないんですけど、新しくゲットしたレアグッズを入れたりとか、逆にこれ冷静に考えてレアじゃなくねってものをちょっと他の箱に移したりとかしていきたいと思います。この辺は正直何年も探してやっと手に入るレベルのものが多くて、なかなか集めるのが大変でしたね。コレクターの世界ではかなり意外なものに価値がついたりするんですけれども、例えばこの箱、パッと見何の変哲もない段ボール箱なんですけれども、ゲームショップに輸送する時の輸送箱って言ったら伝わりますかね。こういったものとかもロゴが印刷されてたら欲しいですね。マザー2に関しては大量に持ってて、この輸送箱の中にもみちみちに入れてるんですけど、プラスショップでゲームを買った時についてくる紙袋なんかもこの箱の中にまとめてしまってます。ここでちょっとどうやって集めたかについて軽く話すんですけど、昔はね、店頭か Amazon しかありませんでした。そこで毎日チェックして、
いいのがあれば買うみたいな感じですね。Amazon なんで商品画像がないみたいなこともざらにありました。ヤフオクの登場はかなり大きかったですね。で、そこからさらにメルカリの普及でいろんな人が手軽に出品ができるようになったことで、埋もれていたレアグッズが流通するようになっていきました。昔は出品に誰も気づかなくて安く買えるとか、あと早い者勝ちだったんだけど、競合相手いなくて安く買えるみたいなことが結構あったんですけど、最近はもう倍率が上がっちゃって全然そんなことは稀になりましたね。動画見ててもしかしたら気づいてる人もいるかもしれないんですけど、撮影時一個一個説明しながらグッズ映してます。ただそれで動画編集しててものすごい尺になってしまったので、今回はねダイジェストみたいな感じで流していってます。何分何秒のこのグッズ何みたいなものがある人はコメント欄で教えてください。動画1本分ぐらいリクエストが溜まったら解説動画みたいなものを作ってみたいかなと考えてます。ここは紙系の貴重品ゾーンですね。これまず初代のチラシなんですけど、偽物大量に出回ってるので気をつけてください。左に偽物と本物の比較画像を貼っておきますね。あとはイベントで配られたフライヤーだったりとか、ゲーセンに貼られてたポップとか、あと昔ビレ版で配られてたショッパーとか、スタンプラリー台紙とか、いろいろですね。ちなみになんですけど、画面内に1個しか映ってないものでも、実は2個3個持ってたりします。保存用と鑑賞用と使用用ですね。これはマザー3のキャラデザの今川さんにサインをいただいた手帳カバーですね。もともとこんな風に大量に集めるつもりなんて毛頭なかったんですけど、当時あった情報サイトマザーパーティーとかっていうんですけど、そこのサイトに載ってた攻略本の一覧とかを印刷して壁に貼って、ゲットできたら線引いてチェックしてで探してみたいなのやってたら、気づいたらこんなことになってましたね。終盤に差し掛かってきたのでまとめに入ろうと思います。いやー疲れましたね。普通に筋肉痛です。ちなみにこれ撮影の次の日筋肉痛でぶっ倒れてました。動画編集すらする体力残ってません。今回の成果なんですけどかなりすごくて、コンテナを丸々1個空にすることができました。あとはね、一番くじの段ボールを全部畳めたのはすごい良かったですね。扉が開くようになりました。で、これ最後、ほぼ日の納品書、今までのやつ全部取ってあるんですけど、2014年から出てるグッズ全部買ってるってすごくないですか？本日の動画は以上になります。詳しく見たいグッズとかがあればコメント欄にお願いします。ゲームの Vlog もそうなんですけど、銭湯とか喫茶店の Vlog を上げていく予定なので、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録してね。楽しい動画